世界の辺境マニアです。韓国人の乗客は、そのまま通過していきました。しかし、明らかに日本人の私を待ち構えていたように見える警察が、乗船直前で声をかけてきました。こちらに来てください。その船の行き先は、韓国では、dok島。日本では、竹島と呼ばれる島です。そこで警察に聞かれた、いくつもの質問。これは、面倒くさいことになった、と思い、丁寧に職務質問に返答しました。そして、私も警察に聞き返しました。年間、dok島に、日本人は何人くらい来ますか？すると警察の答えには驚きました。私は正直、竹島、dok島を、岩だけの無人島だと思っていました。しかし、実際に行ってみると、数十人の人が住んで、暮らしている。しかも、年間約に10万人が訪れている。と、驚くことばかりでした。この少し前、私は中国・カザフスタン国境で、31時間、警察に拘束されて、自由に動けない状態になりました。中国を抜けようとした空港でも、イミグレーションで別室。さらに搭乗口からも連れ出され、荷物、データの検査。ようやくカザフスタンに到着して、サウナに行くと、葉っぱでペチペチ叩かれる。その後、カザフスタンから韓国へ移動してきました。韓国へ来た目的は、10年以上前から家族付き合いしている台湾の家族と合流し、1週間、釜山で食べ歩き、観光する。台湾の家族が帰った後、私一人で向かった先は、竹島。この時点では、普通に船に乗って、普通に行けると思っていました。でも、実際は違いました。行き方はわかりませんでした。船は止まりました。船の予約も、自分ではできませんでした。それでも、出会った韓国の人たちが、次々と私を助けてくれました。出会った韓国の人が、dok島行きの船も自分の電話番号で予約してくれました。そして、ついに、竹島に上陸しましたが、黒い制服の韓国警察、徳島警備隊、安全管理要員の30人以上に見張られながらの上陸でした。台湾人家族を見送って、釜山最大の繁華街、ソミョンにいます。ソミョンは、ロッテ百貨店があり、地下鉄1号線と2号線が交差する、交通の要衝です。今回は、釜山のソミョンから、竹島、dok島まで行きます。意外に、行き方は簡単です。ソミョン駅から地下鉄1号線でノポ駅まで行き、ノポ駅と隣接している、釜山総合バスターミナルから、バスでポハンまで行き、ポハンからフェリーに乗り、ウルルン島まで行き、ウルルン島から船で、竹島、dok島まで行けます。まずは、ソミョン駅から地下鉄1号線、いわゆるオレンジラインに乗って、終点駅のノポ駅まで行きます。ソミョン駅から終点駅のノポ駅までは15駅。約30分くらいで到着します。ノポ駅に到着しました。ノポ駅に隣接して、釜山総合バスターミナルというバス乗り場があります。ノポ駅の改札から2、30メートル歩けばバスターミナルです。ここからバスに乗ります。バスのチケットは、日本語、英語、中国語対応の券売機があるので簡単に購入することができます。釜山総合バスターミナルから、ポハン市までバスに乗っていきます。料金は13,200ウォン。日本円だと約1,320円。日中は約10から15分間隔で頻繁に運行されています。所要時間は約1時間30分。ポハン市街バスターミナルに到着しました。
さてここからです。どうやって竹島まで行くのか。まずは、ウルルン島にフェリーで行き、そこから竹島にフェリーで行くようです。ウルルン島行きのフェリー乗り場に行きたいのですが、どこなのか、どうやって行くのかわかりません。バスターミナルの前を歩いていた、一人の青年にスマホの翻訳を使って、ウルルン島に行きたいのですが、フェリー乗り場までの行き方を教えてください、と、尋ねてみました。すると、その青年もわからなかったらしく、スマホで検索して調べて、私に丁寧に教えてくれました。どうやら、バスターミナルの前の道を渡ったところのバス停から、20番のバスに乗って、ポハン、フェリーターミナルというところまで行けるようです。バス停まで行くと、すぐに20番のバスが来たので乗りました。すると、先ほど道を聞いた青年も、同じバスに乗り込んできました。降りるときに、もう一度、お礼を言おうと思っていましたが、ポハン、フェリーターミナルに一番近いバス停で、降りようとしたら、その青年も一緒に、バスを降りてきます。バスを降りてからお礼を言うと、スマホの画面を私に見せてきます。心配なので、一緒について行ってもいいですか？私は嬉しくなり、なんて優しい人なのだと感動して、何度もお礼を言って、一緒にフェリーターミナルに行くことになりました。バス停から、ポハン、フェリーターミナルまでは、歩いて10分ほど。いろんな話をしながら、一緒に歩きました。ポハン、フェリーターミナルに到着しました。私の調べたところ、夜中に出発して、早朝にウルルン島に着く船があるので、その船のチケットを購入しようと思っていたら、青年が受付で、夜中の出発便を聞いてくれました。すると、今夜は風が強いので欠航だと言われました。明日の朝、9時30分にウルルン島行きの船があるとのことも、教えてもらいました。チケットは、当日に購入してください。とのことです。私は、今夜は船の中で寝る予定だったので、ホテルも予約していません。今からホテル探しです。がっくりしていると、青年が近くのホテルを探そう。と、一緒にホテルを探してくれて、ホテルのフロントで値段を聞いてくれたりと、いろいろと手伝ってもらい、フェリーターミナルの近くのホテルに、チェックインすることができました。ホテルに荷物を置いて、青年に、今から、まだ時間があるなら、ご馳走をするから、一緒に食事に行こう。と、誘うと。心よく、行きましょう。ということで、青年のおすすめのデジカルビ屋さんに行きました。さすが、地元だけあって、美味しい店を知っています。とても美味しいデジカルビです。そこで教えてもらったのが、韓国人は、焼肉の後に冷麺を、デザートのように食べます。など、いろんな話を、教えてもらいました。また、青年は兵役に行ったそうで、兵役は体力と人間関係が大変だ。兵役に行くとタバコを勧められ、そこからタバコを吸い始める人が多いなど、いろんな話を教えてもらいました。そこから夜まで海岸を散歩し、浜辺でいろんな話をして、暗くなってから別れました。この青年の優しさは、本当に忘れられません。道を聞いただけの外国人に、ここまで優しく付き合ってくれる人がいるのかと驚きました。私は韓国の人の温かさに、大変救われました。そして彼とは今でも、友達として連絡を取り合っています。朝から、ウルルン島行きの船に乗るための、フェリーターミナルに行きます。すると、ここからドク島まで 258.3km と書かれた巨大な看板がありました。左が西島、右が東島だそうです。その看板の下には、ドク島の説明がありました。左の青いパネルには、ドク島は地理的に大韓民国の領土です。中央の左のオレンジのパネルには、ドク島は歴史的に大韓民国の領土です。中央の右のピンクのパネルには、ドク島は国際法的にも大韓民国の領土です。右の緑のパネルには、大韓民国はドク島の管理と自然環境保全に努めています。と
書かれています。つまり、この看板は、地理的にも、歴史的にも、国際法的にも、独島は韓国領である。韓国は独島を管理し、自然環境も守っている。という韓国側の主張をまとめたものです。韓国外交部も公式に、独島は歴史的、地理的、国際法上、韓国領であり、領土問題ではないという立場を示しています。一方、日本外務省は、竹島は歴史的事実、及び国際法上、日本固有の領土であり、韓国による占拠には国際法上の根拠がない、という立場をとっています。正直、私の関心は、どちらの国かの領有権の問題ではありません。それよりも、国境マニアとして、実際にはどうなっているのかを見たいからです。フェリーターミナルに到着しました。ウルルン、ポハン、と書かれた大きな船が止まっています。この船で、ウルルン島まで行くようです。チケット売り場では、スマホの翻訳を使いながら、窓口で、ウルルン島までのチケットを購入します。チケットを購入するときにパスポートの提示は求められましたが、意外と、すんなり購入することができました。こちらが、ウルルン島へ向かう大渚フェリーのチケットです。船はエルドラドエクスプレス号。座席はエコノミー1階、羅列80番。燃油サーチャージ4700ウォン。料金は85,700ウォン。約8,570円で、ターミナル利用料と燃油サーチャージ込み。ポハンからウルルン島へ向かう、高速船の乗船券です。30分ほどフェリーの出発時間を待って、いよいよ乗船です。多分、外国人は私一人。ほとんどが高齢の韓国人ばかりです。チケットにはエコノミー席1階羅列80番と書かれていますが、韓国語が読めないので、船員に聞くと日本語でこちらですと丁寧に案内してくださったのには驚きました。船が出発しました。ポハンの街が見えています。驚いたのは数十キロメートルにも及ぶ長さの防波堤です。なんて長い防波堤でしょう。こんな長い防波堤は初めて見ました。防波堤を越えて外海に出ると波が高くなります。船の窓は波をかぶって外がほとんど見えない状態です。ポハンからウルルン島へ行く船は大きく分けて2つあります。一つは昼に出る高速船で、公式には約2時間50分。もう一つは夜にポハンを出る大型フェリーで、こちらは6時間半ほどかけて、翌朝、ウルルン島に到着します。ただ今回、私の乗った高速船は、海の状況が悪かったので、ポハンのフェリーターミナルを出発して3時間半ほどかかりました。ウルルンクルーズ公式サイトの時刻表と、若干違う時間になっていたので、本気で行く人は現地で事前に時間確認が必要です。ウルルン島が見えてきました。韓国本土から東へ大きく離れた日本海、韓国側でいう東海に浮かぶ島。ここウルルン島は竹島、独島へ向かうための重要な中継地点です。ウルルン島は火山島で、海底から噴出した火山岩や溶岩によって形成されており、周囲は約 10km の規模で、海からいきなり山が立ち上がるような、険しい地形の島です。この島まで来れば、竹島、独島はもう目の前と思っていました。しかし、実際にはここからが大変でした。船を降りると、目の前にはフェリーターミナルの建物がありました。観光客たちは、大きな荷物を持って次々とターミナルへ向かっていきます。韓国の人にとっては、普通の離島旅行です。でも、私にとっては未知の世界です。何もわからないまま、私は人の流れについてターミナルへ向かいました。ウルルン島に上陸して、まず向かったのは、ここのチケット売り場です。ここで竹島、独島行きのチケットを買えばいい。この時点では、まだそう簡単に考えていました。
ところが、チケット売り場はすべて閉まっている。どこでチケットを買えばいいのか。そもそも今日行けるのか。何時に出発する船があるのか。そして、日本人の私でも本当に、普通に乗れるのか。何もわかりません。観光案内の看板には、ドクトーの写真はあるのに、時刻表には、ドクトーらしき文字はありません。一緒の船に乗ってきた観光客は、旗を持ったガイドさんに連れられて、次々と、どこかへ消えていきます。日本人、一人ぽっちの私にとっては、ここから先が完全に未知の世界でした。ここからは動画がないので、イメージ画像で説明します。ここで、海を眺めている、地元の人と思われる、60代後半くらいの年齢の、おじさんに、スマホの翻訳アプリを見せながら、声をかけて聞いてみました。ドクトーに行きたいのですが、船は何時ですか？チケットを購入するところはどこですか？すると、日本人なのかと聞いてくるので、私は、はい。日本人です。と答えると不思議そうな顔をして、ついてこい。というジェスチャーをして、チケット売り場まで行きました。しかし、チケット売り場は、すべて閉まっています。チケット売り場の裏口のようなドアを開けて、係員に聞いているようです。すると、また、ついてこい。というジェスチャーをして、5分ほど歩いた観光案内所のようなところまで行き、何やら、係員に聞いています。10分ほど待って、また、チケット売り場の横の、ドクトー警備隊管理事務所のような建物の中に入っていきます。そこで、ドクトー警備隊の人と話し込み、電話予約で、ドクトー行きの船の予約ができるということが分かりました。しかし、私は韓国の電話番号を持っていません。すると、そのおじさんが自分の電話番号で予約をしてあげると言って、電話をして、私のパスポートを見ながら、チケット予約センターに情報をすべて伝えて、竹島、ドクトー行きの船の予約をしてくれました。おじさんは、明日の朝8時半に、チョドン藩に行きなさい、と言います。どこかわからないので、どこにあるのか聞くと、タクシーの運転手に、これを見せなさい、と、スマホの画面を指さして言うので、スクリーンショットを撮りました。よくよく考えてみると、これだけ、ドクトー行きの船乗り場を探し回るということは、このおじさんは地元の人でなく、観光客でした。ここまで1時間ほど、私のために、ドクトー行きの船乗り場から、出発時間まで聞き回って調べてくれて、自分の電話番号で予約までしてくれて、感謝でいっぱいです。深く深く頭を下げて、何度も何度も、お礼を言い、別れました。運がいいのか、韓国という国がいいのか、これほどまでに良い人にばかり出会って、助けてもらってばかりです。先ほどのスクリーンショットをタクシーの運転手さんに見せて、チョドン藩まで行きます。チョドン藩のどこのホテルまでと聞かれたので、まだ決めてないです、と答えると、笑いながら、では、ホテルを探しましょう。と言って何軒かのホテルを回って、タクシーの運転手さんが値段交渉までしてくれました。そして、最終的に決まったホテルの名前が、ドクトーホテル。ホテルのオーナーさんが、一泊13万ウォンのところを、10万ウォンに値引きしてくれました。ドクトーホテルにチェックインして、荷物を置きました。ホテルの部屋からの風景です。ここ、チョドン藩は、イカ漁で有名な場所で、ウルルン島で採れるイカのほとんどが扱われる港。韓国一のイカ、スルメの大産地です。ドクトーホテルは、目の前が海で、1階が海鮮レストラン。夕飯は、ドクトーホテルの1階の海鮮レストランで食べることにしました。アジの刺身定食を注文すると、サヨリの刺身までサービスしてくれました。さらに、ご飯を注文すると、寿司までサービスしてくれました。日本人というと、嫌な顔をする人もいるかもしれないと思っていたのに、なぜ、ここまで優しくしてくれるのでしょうか。ホテルのオーナーさん、調理スタッフさんの全員に、深く深く頭を下げて、お礼を言いました。夕食を終えた後、チョドン藩の街を歩いてみました。チョドン藩は、
ウルルン島の東側にある小さな港町です。翌朝、竹島、独島行きの船に乗るために、この港の近くに泊まることにしました。細い道の両側には、ホテル、食堂、海鮮料理店、カフェ、コンビニが並んでいました。GS25 や CU のような韓国のコンビニもあり、旅行者でも飲み物や軽食には困りません。ただ、大きな観光地のように派手な繁華街という感じではありません。港の近くに、必要な店がぎゅっと集まっている、静かな離島の街という雰囲気です。飲食店の看板を見ると、刺身、海鮮鍋、ビビンバ、焼き魚のような店が多く、やはりここは海の街なのだと感じます。明日の朝、私はココチョドン藩から独島へ向かいます。日本人の私が本当に船に乗れるのか、また何かハプニングが起きるのか、まだ何もわかりません。翌朝、独島行きの8時20分の船に乗るためにチョドン藩の船乗り場に行きました。チケット売り場でパスポートを見せると、日本人というようなことを言われ、周りのスタッフさん、何人かに伝えると、奥から一人の女性が出てきてスマホの翻訳で、日本人1名、予約をお伺いしています、という画面を私に見せて、すんなりとチケットを購入することができました。船名は、サンライズ号。座席は、優等席、2階、B16。料金は、69,600ウォン。約6,960円。チケットには、出発時刻の10分前までに乗船するように、という注意書きもあります。これは、独島行きの船、サンライズ号の案内。独島行きサンライズ号、チョドン韓旅客船ターミナルから出港。と書かれています。出港時間は、午前8時20分と午後2時25分。ただし、天候や乗客数によって運航スケジュールは変わると書かれていました。独島行きのサンライズ号は、定員およそ450人の高速旅客船です。しかも、この大きな船が毎日、午前と午後、1日2便も出ている。毎日、数百人規模の観光客が竹島に行っていることには驚きました。ウルルン島、独島。と大きく書かれた看板。その下には、乗客を快適で安全にお連れします、というような案内文。韓国の国旗、独島の写真、船の写真が一緒に使われて、ウルルン島から独島までの案内が大きく出ていました。ウルルン島から独島までは、東南方向に約 87.4 キロ。韓国側の行政区分では、キョンサンブク道、ウルルン郡、ウルルンウプ、徳取とされています。面積は 187,554 平方メートル。東島と西島、そして周辺の89の岩礁で構成される島。韓国本土からウルルン島まで来て、さらにここから東の海へ約 87km 進むと、竹島、独島です。こちらは、旅客船の航路図です。韓国本土からウルルン島へは、ポハン、フポ、ムコ、カンヌンなどから行ける航路が描かれています。そして、ウルルン島のさらに右側に小さく、独島が表示されています。こちらは、ウルルン島の観光案内図です。ウルルン島全体の観光地、港、道路、展望台、遊歩道などが載っています。ただ、この案内図にも、右側に、独島がしっかり描かれています。こちらは、竹島、独島の詳細地図です。左側が西島。右側が東島。周辺の岩にも、それぞれ名前がついています。船着き場、灯台、警備隊の施設、岩の名前まで細かく表示されていました。独島は無人島ではなく、施設があり、警備があり、船着き場がある、韓国側によって具体的に管理されている島だということがわかります。ここで面白いのは、地図の表記に、
日本語のカタカナで読み方が書かれていることです。こちらは、独島行きの運行時間表と料金表です。ウルルン島から独島へ向かう船は、トドン港、チョドン港、サドン港など複数の港から出ているようです。日によって便数は変わるようですが、繁忙期や運航条件がいい日には、島全体で1日数便、最大で5便前後出ることもあるようです。韓国外交部の独島公式サイトによると、2005年に独島の東島への入島申告制が始まって以来、これまでに約360万人が竹島、独島を訪問しているとされています。1日平均ではおよそ500人。さらに、竹島、独島には、独島警備隊員、灯台管理員、管理事務所の職員など、合わせて約26人が居住していると書かれています。つまり竹島、独島は、実際に人が生き、人が守り、人が暮らしている場所として、韓国側では運用されているのです。乗船時間になり、船乗り場へ向かうと、すでに大勢の人が並んでいました。想像していたより、はるかに多い人数です。韓国の国旗を持った人たち、観光客や団体旅行のようなお年寄りのグループらしき人たち。独島行きの船は、特別な一部の人だけが乗るものではなく、普通の観光船として多くの人が利用しているようです。目の前には、これから竹島、独島へ向かう高速船。ただ、その中で日本人は、おそらく私一人。チケット確認の係員の横に警察官が2人立っています。韓国人は素通り。私の順番が来ると、チケット確認の係員が、パスポートを確認させてください、と言います。パスポートを取り出すと、明らかに私を待ち構えていたように思われる警察官は、私のところに近寄ってきて、こちらに来てください、と、列を外れて、少し離れたところに連れて行かれました。パスポートを確認しながら、職務質問をされました。どこから来ましたか？独島へ行く目的は何ですか？日照旗は持っていますか？2、3分の簡単な職務質問でした。そして、私も警察官に聞き返しました。年間、独島に、日本人は何人くらい来ますかと聞くと、来ません、という回答でした。職務質問は決して威圧的なものではなく、優しく、笑顔で、観光客を友好的に迎えるという感じに受け止められるものでした。警察に、列を外れて離れたところに連れて行かれたときは、これは、面倒くさいことになった、と思い、船に乗れないのかも、と思いましたが、優しく、友好的な気持ちの良い態度の警察官でよかったです。無事に、チョドン港発のサンライズ号に乗船できました。船でウルルン島から竹島、独島までは、片道およそ1時間40分。韓国本土からウルルン島まで来て、さらにここから東の海へ1時間半以上。ようやく、日本では竹島、韓国では独島と呼ばれる島が近づいてきます。船の窓の向こうに、ついに竹島、独島が見えてきました。最初に見えたのは、西島。海から突き上がるような巨大な岩山です。遠くから見ても、ただの小さな島ではありません。岩肌の迫力、海に浮かぶ孤立感、そしてその中に見える人工物。警備をする建物でしょうか。何なのかは、はっきりとはわかりません。船が接岸し、乗客たちが一斉に動き始めます。私もその流れに混ざって、船を降ります。この瞬間、ああ、本当に来てしまった、という感覚がありました。日本で何度も名前だけ聞いてきた竹島。韓国側では独島と呼ばれる島。その場所に、今、自分の足で降りようとしています。一斉に多くの人が船から、この島へ下船していきます。そして、ついに竹島、独島の東島に上陸しました。目の前に広がるのは、険しい岩場と、海に囲まれた小さな上陸スペース。
周りには大勢の韓国人観光客、そして警備する人たちの姿も見えます。国境マニアとして、この場所が実際にはどうなっているのかを自分の目で見たかった。地図の線ではわからない。ニュースの言葉だけではわからない。現地に立たなければわからない空気があります。その空気を感じるために、ここまで来ました。切り立った岩。海に囲まれた狭い上陸場所。観光客の熱気。そして、その背後にある警備と管理の存在。ここは無人の岩ではありませんでした。人が来ている。人が守っている。人が管理している。そして韓国側では、毎日多くの人が訪れる現実の場所になっている。日本のニュースで見て、聞いて、自分の中で想像していた竹島と、韓国側から実際に上陸した独島。全く別物でした。日本で竹島という名前を聞く場合、ニュースや政治の話題の中で、一瞬だけ映像が流れる程度です。私も正直、その限られた映像と情報だけで、竹島、独島という場所を、なんとなく分かったつもりになっていました。でも、実際に韓国側から船に乗り、人の流れを見て、上陸してみると、自分が想像していた竹島とは、全く違う現実がありました。ここには観光客が来ていて、警備する人がいて、管理する人がいて、施設があり、生活の気配まである。ニュースで見る数秒の映像だけでは、この場所の全体像はわからなかった。今回、現地に来て一番感じたのは、自分の足でここに立ち、自分の目でこの現場を見て、事実が知れた。ということです。国境マニアとして、この瞬間は本当に衝撃的で、感動的でした。それだけで、地図だけで見ていた島が、一気に現実の場所へと変わっていきました。石臼のようなモニュメントの前には、韓国語の碑文が刻まれている、独島に関する記念碑、説明碑のようなものもあります。独島天然保護区域と書かれている案内板もありました。独島は、東島と西島、そして周辺の岩礁を含む自然保護区域として案内されています。天然記念物第336号。1982年11月20日指定、とも書いてあります。岩山には険しい階段が続く、細い道があります。この道を観光客は進むことはできません。ここにはロープが張られていて、警備の人が立っています。つまり、この先は一般の観光客は入れません。独島観光といっても、島全体を自由に歩き回れるわけではありません。観光客が見学できる区域は、東島の船着き場、接岸施設周辺に限られています。船着き場のすぐ前には、索道設備、ケーブルカーがあります。これは、東島の上部施設へ物資を運ぶための設備で、公式資料では、ケーブルカー1機、300メートル、1.5 トンとされています。この、東島の岩山上部にある建物は、警備施設と灯台関連施設です。独島警備隊の宿所、警備施設は、3階建てで、独島警備隊が勤務、滞在する施設です。24時間の海岸警戒、警備任務を行っています。独島灯台は、1954年に無人灯台として、初点灯。1998年に有人灯台として機能強化。船舶の航行安全のための灯台施設として、灯台管理員が勤務する施設です。この観光船が着く東島の船着き場、接岸施設は、長さ80メートル、幅14から33メートル。最大500トン級の船が接岸可能だそうです。他にも、東島には、インターネット衛星基地局などの通信施設、通信塔もあるようです。東島の、この岩山の上にあるのが通信施設、通信塔のようです。
2000年6月にインターネット衛星基地局が設置されたようです。海の上でも不思議なくらいスマホの電波が良く、最高の通信状況がずっと続き、快適にスマホのインターネットはつながり続けていました。また、東島側にはヘリポートがあると公式サイトには書いてあったのですが、この船着き場の前の広場のことなのか、他にヘリポートがあるのかはわかりませんでした。これは、独島イサブギルと書かれた道路標識です。独島の中にも、韓国の住所表示があり、道の名前まで付けられています。イサブとは、韓国側の歴史説明で、ウルルン島や独島と結びつけて語られる、新羅時代の人物です。つまりここには、韓国の住所があり、道の名前があり、施設が置かれた場所として管理されているのです。独島の住民宿所は、このフェリーの後ろに見えている、西島にあります。つまり、東島は主に警備と灯台管理、接岸施設の島。西島は住民宿所がある島、という役割分担になっているようです。韓国外交部公式サイトでは、警備隊員20人、灯台管理員3人、管理事務所職員2人などが居住と記載されています。私は最初、竹島、独島を、誰も住んでいない無人島だと思っていました。しかし、実際に来てみて分かったのは、警備隊員、灯台管理員、管理事務所職員などが滞在し、施設を維持しながら、島全体が管理されているということでした。後で調べてみると、独島に到着した時に見えた、この建物が住民宿所で、もともとは2階建ての小さな建物でしたが、2011年に増改築され、現在は373平方メートルの4階建て。1階は倉庫、発電施設、2階はウルルン郡独島管理事務室、3階は生活空間。合計1日4トン生産できる、淡水装置が2台。ディーゼル発電機2台、50kW があるようです。観光ツアーの皆さんが集まって、帰る準備をしているようです。私は韓国語も話せないし、ここに知り合いや友達がいるわけではないので、そろそろ帰る時間だな、と、雰囲気で感じ取らなくてはなりません。黒い制服の韓国警察、独島警備隊、オレンジ色の服を着た独島安全管理要員、そして船の入り口には船舶会社の警備係員などの30人以上に見守られながら、自由に独島全体を歩けるわけではなく、決められた範囲の中で、約40分間の上陸でした。船に乗って、ウルルン島に戻ります。船に戻り、さっきまで自分が立っていた独島を、窓からもう一度見て、一生忘れないように、目に焼き付けます。ほんの約40分間の上陸。行けたのは、東島の限られた範囲だけです。それでも、私の中での竹島、独島のイメージは、完全に変わりました。誰もいない岩だけの無人島ではありませんでした。船が着き、観光客が降り、警備する人がいて、管理する人がいて、施設があり、住所があり、道の名前まである。韓国の人にとって竹島、独島は、韓国の単なる離島。身近な観光地として受け止められているように感じました。日本でニュースを見ているだけでは、ここまでの現実はわかりませんでした。船がゆっくり動き出し、窓の外の独島が少しずつ遠ざかっていきます。自分の足で立ち、自分の目で見て、空気を感じた後では、もう地図の上の島には見えません。実際に現場に来るということは、ニュースやネットで見るのとは大きく違うことを実感しました。竹島、独島には人がいて、管理があり、警備があるという現実がありました。国境マニアとして、この場所が実際にはどうなっているのかを見に来て、はっきり感じました。ニュースやネットの情報だけでは事実はわからない。現場に立って初めて見えるものがある。独島は、船の窓の向こうで、どんどん小さくなっていきます。そして私は、
再びウルルン島へ戻ります。船を降りると、売店にはドク島のマグネットや記念品が並んでいました。さっきまで自分が立っていた島が、ここでは観光土産として売られている。日本で見る竹島とは、あまりにも違う日常の光景でした。ウルルン島の町には、パクチョンヒ将軍巡察機構碑も残されていました。ドク島へ向かう拠点であるウルルン島には、観光だけではなく、韓国側の歴史や国家意識を感じさせるものが、あちこちにあります。実際に、ここまで来て、竹島が韓国側でどう扱われているのか、現実が見えました。今回、私は韓国側から、竹島、ドク島へ向かいました。行く前は、正直、誰も住んでいない岩だけの無人島だと思っていました。でも実際には、船が出て、観光客が上陸し、警備する人がいて、管理する人がいて、施設があり、住んでいる人がいて、住所までありました。日本で聞いていた竹島と、韓国側から見たドク島は、全く違う現実でした。そして今回の旅で、もう一つ強く心に残ったのは、出会った韓国の人たちの優しさです。ポハンでは、道を聞いただけの青年が、心配だからと船乗り場まで一緒に来てくれました。船が止まった後も、ホテル探しまで手伝ってくれて、一緒にご飯を食べ、夜まで話をしました。ウルルン島では、偶然声をかけた男性が、私のために1時間近く走り回り、自分の電話番号でドク島行きの船まで予約してくれました。タクシーの運転手さん、ホテルのオーナーさん、食堂の人たち。今回の旅は、本当にたくさんの人に助けられました。日本人だから嫌な顔をされるかもしれないと思っていた部分もありましたが、実際に出会った人たちは驚くほど親切で人情深く何度も頭を下げたくなる人たちばかりでした。国境マニアとしてこの場所が実際にはどうなっているのかを自分の目で見て現実が知れて満足しました。ニュースや地図だけではわからないものが現場にはある。今回の竹島、ドク島は、そのことを強く感じた旅でした。ウルルン島からプサンへ戻り、次の国境へ向かいます。次の動画公開まで、チャンネル登録をして、すべての通知、ベルマークをオンにしてお待ちください。